ご視聴ありがとうございます。KK です。年末が近づき、そろそろお正月の準備が気になってくる今日この頃です。来年の年賀状も早めに準備ができるといいですね。今年も早速年賀状を買ってきました。来年は馬年です。今回は楕円形2つから可愛い馬を描いてみたいと思います。デザインを4つ考えてみました。最後まで見ていただけると嬉しいです。まず馬の描き方です。大きい楕円形と小さい楕円形を描きましょう。2つの楕円形をつないだところが首の部分になります。馬の特徴である頭の上と首のたてがみを描くとイラストが一気に馬らしくなるように思います。長く豊かな毛の尻尾も馬らしいイラストになるポイントです。今回は可愛いイラストにしたかったので、足は短く足先に向かってすぼんでいるように描いてみました。足先にはひづめのラインを入れています。大体の形が整ったら必要のないラインを消しましょう。馬の顔は長いので目は上の方に描きます。鼻の周りのラインを描いて鼻の穴を描くと馬らしい顔になるように思います。まずは横から見た馬のイラストが出来上がりました。次にこちら側を向いた馬の絵を描いていこうと思います。ポイントとしては顔の楕円形を少し立て、大きい楕円形の上に乗せるように描きます。耳と耳の間にたてがみを描き、首のたてがみも先ほどと同じように描きましょう。前足は少し離して描き、2本がしっかり見えるようにしました。後ろ足は楕円形のラインから流れる線で描いて行き、足を揃えた感じにしました。長く豊かな尻尾を描き、目を上の方に2つ描きます。鼻の周りのラインを描き、鼻の穴を描きます。ひづめを描いて出来上がりです。正面から見た馬は縦長の楕円形を2つ描きましょう。間に少し首のラインを描いても良いと思います。U の字を逆にしたラインを描くと前足になります。縦長の三角形の耳、その間と首にたてがみ、長い尻尾、ひづめ、顔の描き方は今までと同じです。正面から見た馬のイラストが完成しました。上のイラストを少し変化させ、走っている馬を描いていこうと思います。頭の位置を少し前に出すように楕円形を描きましょう。前足を前に伸ばして描き、お腹は上にカーブさせたラインにします。後ろ足は後ろに蹴ったように描くと走ったような感じになると思います。後ろになびいた尻尾やたてがみがさらに走っている感じを出すと思います。必要のない線を消し、顔を描いて出来上がりです。この絵ではキリッとした目にしてみました。砂ぼこりが上がったような感じにしても面白いと思います。顔に変化をつけてみましょう。楕円形を下膨れにしてみました。頭のたてがみ、目、鼻の描き方は今までと同じです。この馬の顔は角の取れた長方形にしてみました。この馬の顔は丸くしてみました。頭の上にたてがみを描くと馬っぽく見えるのではないでしょうか。これらの馬のイラストをもとに年賀状をデザインしていきたいと思います。1枚目は横向きの馬を向かい合うようにしたデザインです。馬の大きさを少し変え、親子のような
カップルのような感じにしてみました。2枚目は走っている馬のイラストを使いました。馬の後ろに4つの吹き出しの形を描き、後から数字を入れる予定です。3枚目はこちらを向いた馬のイラストです。色を塗る段階で馬を飾っていこうと思っています。4枚目はいろいろな顔の馬を並べてみました。家族で出す年賀状にいかがでしょうか。これらの年賀状のデザインに色をつけていきたいと思います。私はアクリル絵の具を使いますが、お好みでお手持ちの色鉛筆などで色をつけても良いと思います。色も自由に好きな色を使ってください。まずたっぷりの水で薄めたピンクを塗っていきます。次に少し濃くしたピンクを鼻の周りだけ残して塗っていきます。他の馬も鼻のラインの中を残し、少し濃い色を塗っていきましょう。たてがみと尻尾、そしてひづめには濃い色を使おうと思いました。ピンクの馬にはルースターレッドという赤を使っています。黄色の馬にはストローという濃い黄色を使いました。紫と青い馬には水で薄めていない絵の具を使い、濃い色を出しています。サイドローディングで影の部分を作り、立体感を出しても良いと思います。明けましておめでとうの言葉と来年の年を書いて1枚目の年賀状の出来上がりです。走っている馬のデザインには緑を使っていきました。まず白っぽい緑で体の部分を塗ります。鼻先はさらに薄い色にしておきます。サップグリーンという明るい緑でたてがみと尻尾とひづめを塗りました。吹き出しの形の部分にはパレットに合った色を塗りました。サイドローディングの影を入れると締まった感じになると思います。年賀の言葉と西暦を書いたのですが、何か華やかさが足りないと思い、馬をお花で飾ることにしました。綿棒の先に絵の具をつけ、花を描きたい場所にトントンと押していきます。花芯の部分は筆の後ろに絵の具をつけて押しました。葉っぱを描いて2枚目の年賀状の完成です。3枚目は向かい合っている馬のデザインです。馬の体やたてがみ、ひづめの塗り方は今までと同じです。草原に立っている感じにしたかったので、草を描くことにしました。使用するのは毛先の硬い筆でダイソーで購入しました。乾いた筆先に絵の具を少量取り、紙の上でさっさと下から上に払うようにします。筆を変え、ファンブラシを使うとこんな感じになります。よく水分を取った平筆を使うとこのような感じになります。ここでは硬い毛の筆を使って描いてみることにしました。ハートや綿棒で描いた花を飾り、3枚目の年賀状の出来上がりです。4枚目の年賀状の馬には正月飾りを背中に乗せようと思います。
背中に布のラインを描き、首と布の周りをドットで飾ります。白っぽい布にしようと思い、アンティークホワイトでベタ塗りをしました。バーントアンバーという焦げ茶を使い、平筆を横に滑らすようにして梅の枝を描いています。梅の花は5つのドットで、つぼみは1つのドットで表してみました。背中の布には竹の葉っぱと梅の花を描いて飾りました。迎春の文字を書いて出来上がりです。今回は4枚の年賀状のデザインを考えてみました。年賀状を書く際の参考になれば嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。高評価ボタン、チャンネル登録、とても励みになります。よろしくお願いします。また、感想やリクエストなどございましたら、コメント欄に書いていただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。